皆さんお待たせしました。カレンゲームラボのカレンです。今回は先日紹介したビッグゲームスタジオよりリリース予定のブレイカーズについて改めて前回紹介した内容を含めつつ深掘り紹介したいと思います。紹介する内容はこちら。1つ目はビッグゲームスタジオとは、2つ目ブレイカーズについて、3つ目ふんだんなアニメーションシーンについて、4つ目操作概要キャラの役割、5つ目実践、6つ目遊んでみた感想。以上6点となります。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは見てまいりましょう。まず開発会社のビッグゲームスタジオをご存じない方のために簡単に紹介すると、韓国に拠点を置く新進気鋭のゲーム開発スタジオ。開発メンバーには7つの大罪の制作に携わったメンバーや大ヒット作黒い砂漠で有名なパールアビスの関連会社ということで、ゲーム開発における高い水準を持ったスタッフが集まり、2020年10月に設立した新しい開発スタジオ。スタジオコンセプトは一本のアニメーションを見ているようなハイクオリティなグラフィックと、次世代モバイル RPG ゲームの開発を通じてユーザーの皆様にゲームの面白さだけではなく感動を与えられるゲームを提供することを目指していくということで、代表作は週刊少年ジャンプで連載していたブラッククローバーを題材としたブラッククローバーモバイルで、原作を追体験でき迫力のある魔法バトルやアニメーションシーンはかなり魅力的で、会社コンセプトをしっかりと継承した作品となっております。そんな開発会社のビッグゲームスタジオが総力を入れて開発中の本作の概要を簡単に紹介すると、タイトル名はブレイカーズアンロックザワールド。リリース日はフォーゲーマーのインタビューでは2024年予定とのこと。ジャンルはアニメーション RPG、 開発はビッグゲームスタジオ。プラットフォームは iOS、Android、PC。世界観はこの世の全ての知識が集積された最果ての地、神の諸湖への冒険の物語。前回の紹介内容を含む推察動画では RPG という視点からシンボルエンカウント式で、バトルは英雄伝説黒の奇跡のような感じなのではと推察しましたが、実際プレイしてみたところクエスト受注型のアクション RPG でした。本タイトルはふんだんにアニメーションシーンと立ち絵シーンがシームレスに挿入されていて、ゲームのテンポを崩すことなく進められるのが特徴的。また日韓競争での開発ということで、フォーゲーマーのインタビュー記事では、韓国は対応の速さや技術力が強みではあるものの、物語やアートから生み出される力というのは日本のクリエイターの方が優れていると感じているという観点から日韓競争を選んだとのことです。さらにインベントでのインタビューやタップタップでの紹介内容では、新海誠風のアニメーションに関する感性やストーリーテリングを今後ももっと取り入れていくとのことです。そのためかなりアニメーションや物語には力が入っていそうな感じがします。続いてはふんだんに使われているアニメーションシーンについて。本タイトルはアニメーション RPG だけあってかなり力の入ったアニメシーンとなっております。要所要所馴染み深い演出やカットシーンなんかがふんだんに採用されていて、親近感がありどこか懐かしく分かりやすい表現であったり、日本のアニメや漫画表現を研究し活かしているのが分かります。ジャンルから見てもアニメーション RPG を掲げていたり、先ほど伝えたビッグゲームスタジオの会社コンセプトを体現している内容になっていると感じます。続いては実際の操作方法や各キャラの役割ですが、操作はかなりシンプルで、通常攻撃、回避スキル、奥義、キャラの入れ替えとなっていて、各キャラそれぞれ役割分担があるようで、今回使用できたカイト、リズ、シオンはそれぞれカイトは明確な役割解説がなかったのですが、使用感的にアタッカータイプ、通常攻撃は二刀流による連撃、スキルは急接近して対象の敵へ連撃を入れつつ緊急回避、奥義は広範囲の敵に対して連撃を行う。リズは鎧系のモンスターに対するブレイク力が高く、さらにスタンを付与。通常攻撃は片手剣による連撃。スキルは周囲の敵に強烈な一撃を加え、鎧系モンスターにスタンを付与。奥義はシールドアッパーからの片手剣振り下ろしによる強力な一撃を与える。
シオンは魔法系モンスターに対するブレイク力が高く、さらにスタンを付与。通常攻撃は魔法による遠距離攻撃。戦闘開始直前に加入したため、細かいモーション撮影ができませんでした。ごめんなさい。スキルは広範囲の敵に対してダメージを与え、さらに魔法系モンスターにスタンを付与。奥義は敵を1箇所に集める重力球を発生させ、ダメージを与えるといった特性があり、各キャラそれぞれ役割を持っているので、攻撃の流れとしては鎧系のモンスターの場合はリズでブレイクし、シオンの奥義で1箇所に集め、カイトの奥義で全体的に大ダメージを与えたり、魔法系のモンスターの場合はシオンでブレイクし、リズの奥義からカイトの奥義で大ダメージを与える。こんな感じで連携攻撃をうまく組み合わせて敵を殲滅していくといった流れ。各キャラレアリティはあるものの、こういった感じで役割があるので、低レアキャラでも活躍できる場があるのかなと想定します。余談になりますが、今回はソロプレイメインでしたが、今後はマルチでの PVE 要素が追加される予定とのことなので、高難易度ボスバトルなどを楽しめそうですね。それではこれらを踏まえて実戦やってみたいと思います。はい、3人目のキャラが仲間に加わったんで、後でね、使用感見ていきたいと思います。で、リズっていうのがこっちのキャラですね。鎧系のモンスターを気絶状態にして、鎧を破壊してより多くのダメージを与える状態にしますっていうことと、あと2番ね、シオン、こっちですね。魔法系のモンスターを気絶状態にするということで、キャラによって、属性的なものが有利不利があったりします。はい、じゃあ行きたいと思います。まずはリズかな。いきます。はい、こんな感じで気絶状態にすることができます。強い強いね、これやべえな、かっこいい。こんな感じで敵をねまとまってるところで QT 入れたりするのがいいのかな。で、魔法系のキャラなんでシオン、やっぱりいいですね。ちゃんと役割分担があるんで、どのキャラ使ってても楽しいし、多分レアリティの低いキャラでも活躍できる場が用意されてると思います。これも鎧系なのかな。鎧系だね。で、モンスターの、体力ゲージの下にブレイクゲージがあるんで、それを破壊するとダウン取ることができます。ここでもう一気に畳みかけるところだったんですけど、喋っててできませんでしたやっちゃったな。で、ジャスト回避のような要素はないのかな。これからそういうのも入ってくるのかもしれないですね。タイミングが合わないな。よし、ブレイク入った。はい、こんな感じですね。なんかもっと見せたかったんですけど倒しちゃいましたね。まだかまだだ、まだ勝手に終わらせてた。やべザコが邪魔する。ザコがまずはザコから倒したいとこなんだけど、あれですね。やべ、倒した。ザコもういないかな。まだいる。いないね。オッケー。オッケー。畳みかけます。いいね。アニメーションがシームレスに入ってくるんでやってて楽しいですね。はい、ぜひね、
ブレイカーズね、リリースしたらね、遊んでみてください。ということで、TGS ね、ブレイカーズの私有体験でした。続いては実際にプレイしてみた感想。今回は TGS での私有のため細かい要素については不明ではあったものの、一つの売りとしているアニメーションについてはかなりクオリティが高く、スキルカットインのアニメーションはもちろん、ストーリー部分でのアニメーションシーンや実際にキャラを操作している時のアニメ調の世界観など、アニメそのものを動かしているような気分を味わえる内容で大変楽しかったです。またバトルに関しても操作系はシンプルではあるものの、 RPG ならではのキャラの役割を生かしたロールプレイングがアクションという形でしっかりとできていて、役割を意識した連撃は決まった時に達成感や爽快感を得ることができます。どうやったら効率よく敵を殲滅できるか考えながらプレイしたりするので、結構癖になるバトルでしたね。はい、今回はビッグゲームスタジオよりリリース予定のブレイカーズについて現状わかる範囲で深掘り解説してまいりましたが、いかがでしょうか。日本のアニメ漫画を研究した高品質のアニメシーンからなる魅力的なキャラの掛け合いやストーリー、さらにアクションが苦手な人でも遊びやすいシンプル設計のため、アクションならではの爽快感を得ることがしやすいので、いろいろな面で楽しめるタイトルかと感じました。ということでチャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。解除したことがあるのはただ一人しかいないのだ。依頼主殿、